皆さんこんにちは、フォトシンです。今日はですね、また山に来ておりますけれども、これから北アルプスの烏帽子岳に登りに行きたいと思います。で、ここはですね、裏銀山の入り口というところで、烏帽子岳からずっとね、野口五郎を経由して水晶岳まで行けるんですけれども、今日はそっちまで行かないで烏帽子岳をゴールとしてテントワークを1泊か2泊ぐらいして、いろんな景色でね撮影をしていけたらなと思っています。久しぶりにこの高瀬ダムのあたり来たんですけど、工事の影響でねもう全然違う感じになっていてびっくりしたんですけど、相変わらず綺麗ですね。ひとまず今日はちょっとこれから4時間かけて登んなきゃいけないので、頑張っていっていろんな景色をね撮影していきたいと思います。じゃあ行ってまいります。日本三大キュートと呼ばれるこのブナタテオネは確かにひたすらキュートが続くので太ももが応えます。はじめはほとんど広葉樹が覆うので緑に包まれ、木漏れ日が差す足元もとても綺麗です。はい、1時間半ぐらいですかね登ってきたとこなんですけれども、さすが三大キュートだけあってやっぱめちゃくちゃしんどいですね。でも次第に足が慣れてくるので、だいぶ順応してきたっていう感じなんですけど、結構太ももに一気に来る登山道かなと思います。この辺りは高山帯の針葉樹林でちょっと暗い森になってくるので、この尾根はなので少し涼しくてガスも入ってきたのでね、だいぶ歩きやすく登りやすくなってます。じゃあここからは一気にまた天場までね、あと1時間弱ですかねかけて登りたいと思いますので、引き続き頑張ろうと思います。いや本当にね、木々たちが本当にたくましくて歩いててね楽しいです。じゃあ頑張ります。尾根を登りきると少しなだらかな道が続きます。白びそ林が続く中、大きなダケカンバが勢いよく踊っています。急斜面に生える植物はどこか勇ましくオーラが違います。かなり体力を消耗していましたが、霧に包まれた幻想的な世界の中にいるとそれを忘れていました。ようやく烏帽子小屋に着いたので、受付を済ませ水とビールを手に入れて早めにテントを設立しました。お腹が空きすぎたので、ひとまず高級料理をゼロから作り上げ楽しみました。そしてこの後と明日の撮影工程を確認し酔いしれます。本当にこのビールはうまかったです。昼を過ぎた頃には雲が湧き立ち、稜線を越えていきました。さてさて、この後はどうなるのでしょうか。今ですね、野口五郎岳の方に向かって歩いている稜線になるんですけれども、この反対側の富山県側のね、谷間っていうところが本当に今すごく綺麗で、向こうからね雲が越えてくるんですけれども、越えた雲がずっと下に流れ込んでいくところがねすごく迫力がありますので、ちょっとねここを撮影してます。また尾根とかがね結構雲に飲まれていったりだとか霧がかかったりしてすごく幻想的でかっこいいので、そういったランダムに動く雲の様子をねちょっと捉えてみようかなと思います。雨はまだ大丈夫そうかなと思うんですけれども、あと2時間ぐらいしたら多分いつものごとく降ってくると思いますけれども、ちょっとねこんな感じの雲の動きを見ながらいくつかね撮影できるものをやりたいと思います。もうちょっと行ってみて、またピストンで戻って烏帽子岳の方にね、ちょっと行ってみたいなと思います。本当にねいい稜線ですね。いつかまた、野口五郎とかね、水晶岳の方に歩いて行ってみたいなと思うんですけど、最高の重走路ですね。はい、ということでこちらで撮れる写真はこんな感じです。烏帽子岳方面への稜線は花崗岩とそれが風化した細かな砂で覆われています。
真っ白の霧に浮かぶ岩の姿に目を引かれます。決してインパクトはないものの、見ていると心が落ち着く不思議な感覚にとらわれます。晴れる気配はないものの、これはこれで心地いいです。北風から身を守るように岩の陰に身を潜め育つ小さなダケカンバを見つけました。成長するにつれて風にさらされる環境へと向かうでしょうが、環境に適応できるこの木であれば、この後どのように成長するのかとても興味深いです。二世星岳山頂まで来ましたが、残念ながらガスは取れず視界ゼロとなりました。予報では3000メートル付近が雲の天井なので、どうすることもできずテントまで戻ることにしました。夕ご飯を食べつつ外を眺めていると、一瞬上空がじわじわとオレンジ色に染まっていきますが、なすすべなく暗くなるまでのんびり過ごし、眠りにつくことにしました。明日も少し際どい天気のようですが、とりあえずおやすみなさい。はい、おはようございます。今日はね、2日目の朝になりますけれども、無事にですね、ここ二世星岳っていうところのね、山頂に今登ってきました。今日もね、ガスですね。時折反対側のね、赤牛岳の方とか、東の空が開いているのが見えたんですけれども、かなりこの 2000m、3000m ぐらいのところっていうのはガスが巻いていて、予報もそういう風になっていたのでね、その通りなんですけれども、ちょっと厳しい状況かなと思います。ただ空が開いていたりね、この後どうなるかはちょっとわからないので、多少の雲の動きとかで山々が見えてくる可能性もあるので、ちょっとそれを期待して待ちたいと思います。でそれでダメな場合でもね、ちょっと烏帽子岳の方までは登りに行きたいなと思いますので、その道中で何か撮れるものがあったら、撮影をねしたいと思います。いやー、なかなか夏の天気というのは難しいですね。ということでちょっとね、朝日が昇ってくるのを待ちながら、辺りの状態が変化してくるのをね、ちょっと待ちたいと思います。日の出の時間を迎えましたが、タイムオーバーです。ゆっくりと烏帽子岳方面へと足を運びます。すると次第にうっすらと漂う霧の隙間から遠くの山々の姿が見え始めました。見えては消え、見えては消えを繰り返します。淡く曖昧な山の姿と線は非常に美しい光景でした。やばいやばいやばいな。陽光が差し込み、辺りの雲は一気に薄れていきました。それと同時に2日間全く姿を見せなかった烏帽子岳が目の前にそびえ立ちました。ベールに包まれた岩の城が堂々とその姿を見せました。はい、ということでですね、ずっとねガスの中をね諦めながら期待しながら歩いてね下に下ってきたんですけれども、ちょうどね、これから烏帽子岳に登ろうと思ったところで一気に雲がはけてですね、もう本当に反対側の水晶岳とかそっちの方向赤牛岳とかね、もうすっごく綺麗に見えて、さらにこの烏帽子岳もねこの
槍みたいな形をしたシンボルなんですけれども、これも綺麗に見えて、でちょうどねガスがその周りをこう覆ってくれていて、太陽の光がねふわーっとこう入り込んできていた感じがね、もう本当にエモかったですもう本当にね諦めていて、もう予報ではねドンガスなんですよね。ドンガスなんですけれども、やっぱり諦めないで来てみてよかったなという感じはしましたけれども、いやー本当に最高の朝ですね。やっぱ山はいいですね。ちょっと解説とかねそんなちょっと余裕がなさすぎてあれなんですけれども、いやー本当に良かった。素晴らしい景色を堪能した後は、まだまだ続く山の朝の絶景を楽しみながら頂上を目指しました。多少の距離はあるものの、心が躍り狂い、あっという間に頂上に着いてしまいました。全てを支配できるような360度のこの絶景を目の前に制御が効きません。次々と湧き上がる雲と山々が作る山岳風景を目の前に、ひたすらシャッターを切ることができました。頂で極上の風を感じながら、この山の時間を存分に楽しみました。繰り返すようですが、山って本当にいいですね。あまりにもこの山域が気に入ってしまったので、もう一泊することにしました。そして翌日もまた